ヘアインテイクの塗装と組み立てですね。そんなにやんなきゃいけないこと、まずこの押し出しピンの跡がそこはかとなく見えてしまうので、これをパテで埋めてしまうのと、あと塗装ですね。これ後で内側塗れないので、こういうことですよ。ファントム作った人はわかると思いますけどね。こうきますよと。こうか。でこう来て、で俺がごめんなさいね、仮組みに使ったテープ剥がしちゃったんで、これがここに来ると当然この部分塗れないし、この内側も塗れないんでね。で先にこの部分と、あと機体ガードこの部分は塗らなきゃダメですよね。でこれもここで組み付ける前にここを塗っておかなきゃいけない。当然こっち側もそうですけどね。これか、これだこれとこれ、この中を塗っておかなきゃいけないってことです。今日はそのあたりですね。あとこれね、しまった、もうちょっとなんとかなんなかったかな。やっぱりね、若干ほら、ここ段差、これをどうするか。裏返してみなきゃ見えないっちゃ見えないんだけどね。結構ね、ここ強引にくっつけたんで筋彫りもちょっと消えちゃいましたね。こっちはつらになってるんですよ、綺麗に。ここがね、でしかもこっちちょっと広がってるという。多分ね、これ接着するときに変にテンションかけちゃったかもしんない。それは削ったりゃいいでしょう。まずパテ盛りから始めます。パテ盛りで、従来僕昔作ってて、ここ数年の間にまたプラも始めたって言われるので、昔のあれでグレーのパーツはグレーのパテ、これ昔のタミヤのパテとなんかちょっと違う雰囲気だ。そうホワイトパテをね買ってきたんですよ。ホワイトパテ、白いパーツにホワイトパテっていうのをね、昔はあれしてね、最近プラも再開して聞こえてきたのが、グレーのパテにグレーのキットにグレーのパテじゃ見にくいよねっていう。確かにそうですね、確かにそうだなと思って、で今回この白いパテを使います。押し出しはないよな、見えるとこに。ここは隠れますからね。ここはまず見えなくなるんで、これは特に直さないです。あとこれトムキャットの時に使ってた塗装台ですね。塗装台っていうか途中からこういうのに置いてるんですけど、ちょっと上にこういうのくっつけて低浴機でも対応できるように、揺すっても落ちない。
便利です。ポリパテですね。固まりましたって固まるよね。冬場なんでね、通常よりも若干時間はかけた方がいいと思います。これは食器乾燥機の中放り込んでおきましたね。パネルライン消えてたとしても、掘り直すのは簡単なんで、パテが入ってるだけなんでね。で、多分、こう削ってると周りのリベットとかも消えるかもしれない。これはもう、流し込みでペトペトくっつけていけばいいでしょう。浮いてるかどうなんだろう。そういうことね。指の下に接着剤が回らないように貼ってやればいいですね。一応念のためにここのダボ穴に接着剤を入れといて、コックピットはこの暫定的なマスキングですね。インテークの裏に隠れるところだけ先に塗らなきゃなんで、とりあえずブラックを塗ります。これ赤で、赤鉛筆でマーカー打ったところが隠れるところなんで、多少真っ黒にする必要はないんで、ちょっとこの中、インテークの中も押し出しピン跡を消しとくのを忘れちゃったんで、この状態で消してやりましたんで、なんだろうな、上はやったんだけどな、下はやってないというよくわかんないことやってる。で、一応これパテで修正した方がこんな感じですね。ここもちょっとやってるんですけど、今若干隙間が大きかったんで、例の盛り方です。で、こんな感じですね。結構凹凸があったので、僕の貼り方が悪いのかよくわかんないですけどね。で、インテークのパーツの白で塗るところをとりあえず、非対色で塗るところやった方がいいな。多分インテークの中ってそんなに綺麗じゃないと思うんで、ある程度汚しとけばいいのかな。で、ここの一番奥の合わせ目ですね。これはちょっと消すのは無理なんで、これもこのままです。で、次は白ですね。ここに白、この内側にまず白、さっきの押し出しピンとくもんね。そうだ、ここもちょっと隠れるんで、色一応入れとくかな。どうしようかな。この塗りにくくなるっちゃ塗りにくくなるんですけどね。一応色入れときますかね。で、この内側も反対側ですね。反対側も念のためにやっときますか。ほぼ見えなくなるんですけ
じゃあ316番塗るんですけど、一応リベットみたいなモールドがここにこう走ってるんで、一旦そこを避けて塗りますね。まあ適当ですよ。こんなに適当じゃダメだよ、本当は。うっすらと線が出てればいいと思います。ね、これをくっつけちゃいます。まだらにした意味あんまりないんですけどね。で、今度は、北側とこの裏側ですね。これを北一色で塗っていくということですが、でインテークベーンの裏側は塗装図のラインの延長でいいでしょう。大体一応大体の線を赤鉛筆で打ってあるんですけどね。なのでこの真反対側もそんな感じの色で塗ればいいと思います。一応今下仮面色の白を細く少しだけ塗ったんで、ゴムがいずれ隠れる部分なので、ちょっとミスったかも。この裏に関しては一色でもいいし、いいと思いますね。おそらく実地でもペタペタってなんか補修した時に手突っ込んでペタペタって塗ってるので、そんなやかましくはやってないと思うんですけど。でですね、一応モジュレーションも考えて、今塗った緑の上からこういう方の緑をちょっとだけかぶせます。奥の方だけね。で、上はここまでかな、大体。これはこれでまた黒を混ぜてこれから塗りますけど、こういうの考えたら一色でもいいかもしれない。ここはほぼ見えないんでそんなに気にしなくていいと思います。もういっそのことこの黒を生かしてもいいですよね。で、一応隠れるところなんで、若干黒を混ぜてこういう面にはしました。
多分この辺りもねアバートに塗ってあると思うんですよ実際は。センターの方は前の方は表に出る部分に関してはまた改めてカバーするんで。でまあインテークとりあえず乗っけてみただけですけど、この辺のね合わせがねどうするか。また例によってこのパネルラインはありなんですよ。だからまたここみたいにね奥の方でこの方だけ押さえてやればいいんだ。ただちょっと斜めなのと、できればね線として幅を揃えたいんでこれぐらいか。ここを揃えた時になんかで押されてる。何が押してる。どこがいけないのかを考えないといけないんですよ。まずここのダボが入ってるのかな。なんかダボ位置がちょっと違うような気がするな。ここですね。今塗料が取れてるからこのズレがあると思うんですよ。こんなにズレあると多分収まらないから、取っちゃうか。取っちゃうと弱くなるかな。どれだけずれてんだろう。これ押しても入らない。かなりずれてる。こっちの穴をちょっと広げますか。これをちょっとだけ削ってみてどうなるか。これでどうなんだろう。こっちは解決しましたね。隙間がなくなりました。でここですね。今度ここの下のこの段差、これをなんとかしたいです。ただこれをなんとかすると上が合わなくなるか。上が下がっちゃうとやりにくいかな。下で調整した方が楽かな。下もいやらしいな。でパネルラインとしてないのがこれなんです。ここなんですよ。ここは完全に消さなきゃいけないところです。これで強引にくっつけちゃいますか。こう押さえて。何で押さえよう。とりあえず他はフリーにしときたいんでこれでまずくっつけちゃいます。ちょっとねここは時間をかけて合わせていきたいので、これでも主翼側がちょっと高くなってますけどね。左側はそんなにギャップないんですよ。ここね右側がやっぱりこれだけどうしても上に合わせると下がこんな感じになっちゃう。ここはまあ完全に消す。でここの段差はもうここをちょっと削ってやればいいのかなと。それが一番楽な気がしたんでそういうふうに収めました。で逆にね左側実は
この中のインテークダクトの部分だから、ここもこの部分もね、この接着の部分も含まれる。ここをちょっと削んないと、ここが結構広く開いちゃいましたんで、それはもうここを面でこう削ってやることで落ち着きました。からまああとは接着剤乾いたら、まあこの辺りプラ板かなんか仕込んでやって、ここ削ってやればいいのかなって感じですね。じゃあとりあえず今日はここまでです。次は何をすればいいのかな。徐々にねインストの流れ通りにいかなくなってるんで、インストの流れだとこの次というのが、ジェットノズル後ろですね。これはもう前の塗装終わってからじゃないとつけられないので、フラップとかはどうしようかな、くっつけてから塗った方がいいでしょうね。一応下げ状態にしたいんですよ。下げ状態、多分下げた状態で塗った方がいいと思います。僕の記憶どうだったろうなちょっとこれも取り付けてみないとわからないんで、この辺りですね。主翼動翼関連とか尾翼とか、あと塗装もそろそろ考えないといけない。キャノピーどうだっけ。キャノピー確か開け閉め部品そうですね、開け閉めで部品違うんで、問題は一番第一キャノピーの隙間がどうなるかですね。その辺ちょっと見ていきたいと思います。それではまた。